俺らもなんか思い入れがあるジャケットっていうか、まあ、正直苦労したよだからまあその分だけ俺らも愛着はあるよね。こだわったとこはあれやろな、スコードロンパッチちゃう、最初から拾ってきて、まあもうこれ指定やと思うな。これができたらっていうことでもう何回も足運んでもらって、とにかくそのお客さんはもう何回も足運んでもらって、あの情熱はすごいよな。だからなんとかね、そういうのに応えたいし、昔のオリジナルっぽさ、うまいというかブサイクというか、その辺をうまく表現はしたいから、まあそれ結構できたんちゃうかなとは思ってるけどね。普段使わないミシンだから、まあ慣れるまでにちょっと時間は、かかったかな。糸色も苦労したな。例えばもう本当にこの糸色が欲しいって言うても、その何十本っていう最小ロットがあるから、なかなか注文はしにくいかな。で、結局使うって言ったら本当にもうほんのちょろっとだけとかだからね、なかなか難しいよね。いやでもだいぶいい感じよね。色あせた時にめっちゃ良くなるんちゃうかなと思ってんねんな。多分かっこよくなると思う。パラシュートのオリジナルの生地をここに持ってきて、これで裏地やってくれませんかっていうところからスタートして、当時の、生地だからまあ何があるかわからない。でも、ミスっても取り直しできる余裕もない。だからまあ一発本番。それが緊張するわな。だからそのお客さんもそういうリスクを、うちが説明して、それを全部飲んでもらって、それでもいいからちょっとトライしてみてくださいっていうことで、まあ一応スタートはした。まあシルクで破れやすい。でもこの生地使いたい。どうしましょうってなった時に、まあある程度は防げるかもしれないから、まあ、この生地の裏に芯をちょっと貼って、生地をちょっと強くして、で破れやすいって言ったら、まあ首周りであるとか、あとはテンションかかる部分かな、脇部分であるとか袖の中とかが結構破れやすいから、まあ特に袖の中はよく着たりする人だったら擦れるから、袖の中だけはちょっと違う生地を使わせていただいて、で身ごろ背中はパラシュートの生地そのままを裏張りして使ってる。内ポケットもぜひつけてほしいっていうことで、これもまあまあ苦労はしたかな。まあ正直内ポケットをこのシルクの裏地につけるとしたらパチポケしかないんだけど、パチポケをつけるにしても、革の例えばコバが擦れたらそこだけが、破れるとか、そういうのあるから、なるべくそのポケットの端っこも一応鹿革で巻いて、擦れても優しい擦れ方するっていうのかな。そんな感じにしたり、下側をちょっと R をかけてなるべくソフトに
できることはそれぐらいだったから、そんな感じでやらせてもらったかな。A2 の本体のポケットにちょうど隠れるような大きさで、でも大きくっていう感じだから、位置も結構、シビアかな、真裏に来るようにセットしてっていう感じかな。これはちょっと見てみたいよな。半年経って1年経ってどうなるか。俺らもだって初めての試みがぎっしりだから、どうなってくんかっていうのはちょっと見てみたいよな。ええな。ね、着丈もええし。サイズはそうですね。バッチリですね。で、今この辺のもたつきが多分ここでシワで解消されるとは思うんですけどね。